今回の産業まとめ。BTS の韓国戦争発言。両国から除外された中国ネットの怒り。サムスン電子とフィラは製品や広告を削除。韓国の世界的なアイドルグループ防弾少年団、BTS の朝鮮戦争関連発言が中国ネットの怒りに火をつけました。それとともにサムスン電子やフィラといった大企業は、中国での BTS の広告を即座に取り消して波紋を呼んでいます。BTS は韓米関係の発展に寄与したとしてバンフリート賞を受賞し、受賞書簡で朝鮮戦争に触れたそうです。リーダーの RM は、今年は韓国戦争70周年で、我々は両国が共に経験した苦難の歴史と多くの男性と女性の犠牲を永遠に記憶しなければならない、と発言しました。中国ネットはこの両国という表現を問題視。ウェイボーでは、国家の尊厳に関する事項は絶対に容認できない。中国のファンが多くのお金を BTS に使ったのにこれはなんだ？欧米の支援の歴史を知らずに戦争で犠牲になった中国軍人を尊重せず侮辱している、など痛烈な批判が飛び交っています。サムスン電子の公式ストアからは Galaxy S20 プラス 5G BTS 版と Galaxy Buds プラス BTS 版が削除されたようです。イタリアのスポーツブランドフィラもウェイボーアカウントのバンドプロモーション投稿を削除しました。中国人ファンの中には、K-POP グループを追いかけるのをやめる、BTS のファンクラブを脱退した、と失望の声を上げています。編集書簡。今回の概要。BTS の政治関連騒動。発言に問題があった。責任は誰に？中国政府のこれからの対応。BTS が世界的な人気グループであることはもはや否定することはできません。ヒップホップを取り入れた楽曲とキレのあるダンスパフォーマンスは世界で受け入れられているということです。これに関しては批判するつもりもありません。韓国の芸能分野における世界戦略が生み出した一つの成功でしょう。一方で発言や主張に関しては時々波紋を呼んでいます。メンバーの一人が着用していた原爆 T シャツ騒ぎに関しては日韓両国の芸能交流に冷や水を浴びせた結果となりました。また、過去にも台湾を国だと認める発言をして中国ネットからの反感を買ったこともあるそうです。多分台湾でコメントしたのを今回のように曲解しただけだと思うけど、今回のバンフリート賞というのは、朝鮮戦争に参戦した米国の将軍を称えるために米国の韓国系非営利団体が作った賞とのことです。過去には米韓の政治家や財閥の会長などが受賞しているようですね。比較的どうでもいい賞です。この団体も米国に住んでいる韓国人や韓国系だから、特に右翼というわけでもないと思う。韓国で星条旗を掲げてパククネを賛美している人たちとはちょっと違うでしょうね。米韓関係に貢献した人を表彰するので、ここで中国について触れる必要は全くないわけです。米韓の友好関係、そしてバンフリート氏が朝鮮戦争の英雄であったことから朝鮮戦争に触れるのも仕方がないと思いますね。そこにわざわざ中国を入れたらそれこそ気持ち悪い内容になりそうで怖い。マネジメントがものすごく冴えている人であれば、中国への配慮に気づいたかもしれませんが、まさかこんなことで起こるとは思いもしなかったでしょう。BTS にとって中国のマーケットがどれほど重要かはわかりませんが、これに対して別に中国人以外は何とも思っていないわけです。記事でも一部の中国人の反発があったとされていますが、大部分は気にしてなかったりするんじゃないかとも思います。ポイントとしては、中国が国としてこれを大きな問題と捉えるかどうかですね。最悪の場合はサード報復の時と同じように、韓国芸能のボイコットにまで至る可能性もあります。中国としては反中が世界で盛り上がる中で、韓国を敵に回したくないという下心もありますから難しいところです。ただ、こういうネットの騒ぎというのは一時的なものですから、それを深刻に捉えるのは行き過ぎな気もしますね。私は一つ気になる点があります。中国政府べったりの環球時報が12日の午前中にアップした記事が、早速削除されています。英語版のグローバルタイムズにはそのまま残っていて、それを中国語に翻訳したものは今のところ健在です。この中国政府の削除はどちらの意味なのかが気になりますね。結果はそのうちわかると思いますが、
中国政府はこの問題を大きくしたくはないということなのではないかと思います。どのみちサムスン電子のスマートフォンやヘッドフォンは中国ではお蔵入りでしょうが、それ以上は何もしないという態度ではないかと思います。これを韓国への借りとして、何かしらを要求してくるかもしれません。おっと、中国外務省がコメントを出していますね。やはり韓国との協調路線を進みたいようでなだめるようなコメントです。サムスンもどうせ中国では大して売れない商品だったから、よその国で売ればいいだけでしょう。よって今回は大事には至らないだろうと予測して終わります。中国人と中国市場に進出した企業がちょっと騒いだだけで、ほとんどニュースでも何でもなかったです。白雪さんは BTS 知ってます？一応知ってます。NHK のソングスで見た。どう？ファンになった？全然、好きじゃない。あ、そう。私も全然。ゆるりんはそもそも音楽に興味がないよね。最近は全然だね。音楽の仕事をしてたのに全く音楽を聴かないってよく言われました。昔は聞いてたの？昔はね、フラメンコ、ジャズ、クラシック、メタルなんかを聞いてました。なんかメタルって入ってるけど。ああ、まあ、話を戻して BTS です。ダンスはすごいと思います。ジャニーズとかと比べると。真面目にやってるんでしょう。嵐とかひどいよね。こら、ジャニーズ批判したらチャンネル潰されるかもだから。P 入れといて。もうジャニーズにも全部入れとくよ。チャンネルを守らないとね。字幕も気をつけてね。そうだね。まあ、韓国は国内市場が貧弱なので海外に打って出るしか生き残る策がない。芸能に関しては国内上位の大学に芸能関連学科がたくさんあって、本格的に学べるようになっているようですね。そこは日本の民間演劇グループや弱小事務所のアイドル育成とは完全に違っています。映像なんかに関してもそうですね。ただ個性の創出には苦心しているかもしれません。遠目に見ると全部一緒に見える。一長一短ではあるけれども、日本もある部分は取り入れてもいいと思いますね。大学も入る人が減ってるから。でも文部科学省が保守的でそういうのダメみたいですよ。そんなの学問じゃないとかって。白雪さんの発言、今の？そうですよ。何かおかしい？いや、まともすぎてびっくりしました。失礼な。たまにはこういうことも起こります。事故かと思った。でもその通りで、最近話題になっている学術会議みたいなのもそうですが、偏った考えの官僚や学者様のおかげで日本の大学では無理のようですね。小さな劇団とか、怪しい芸能事務所とか、専門学校に行くしかないってことですね。一方で、韓国政府は金の匂いがすればそういうのを打ち破る力がありますからね。ほら最近では BTS のメンバーの兵役義務を延期しようとしたりして。あれってお金の問題なの？人気絶頂で今なら外貨を稼げるからと即興で法改正しようとしてます。アメリカの著作権みたいに伸びたりするんじゃ？その恐れはありますね。そう考えると非常に間抜けな政策です。今回の発言は何が問題なの？問題はない。中国ネットが過剰に騒いでるだけ。中国もあんな賞を作って BTS に渡せばいい。孔子平和賞でしたっけ？よく出てきたね。それをあげればいいんじゃない。じゃあそれで解決ってことで。こんな間抜けなこと言ってるチャンネル他にあるかな。最近急に寒くなってきましたね。残暑なかったね。もう冬かな？やだな。結局私の夏服描く余裕がなかったよ。ハロウィン来るからいいじゃん。ちょうどかぼちゃ色で。下半身ほとんど映らないし。私は今年の冬は七分袖を貫き通します。何それ？小学生の我慢比べじゃないんだから。何それ？小学生の我慢比べって。小学生の時いつまで半袖でいられるかって男の子が競ってたけど。それ何か意味あるの？知らない。長袖が買えなかったから我慢比べってことにしてただけかも。で、なんで七分袖にするの？アップルウォッチが見えなくなるからですよ。袖をまくればいいだけじゃない？それだとわざとらしいじゃないですか。
だから誰も気にしてないって、わざとらしいとか、Apple Watch 持ってるとか。見せたいからいいの。どうせ会社の中は暑いし、外はコート着ればいいんです。で、ここでも Apple Watch を見せたいわけ？動画作る側としては実は面倒なんだけど。私といえば Apple Watch っていうイメージが固まるまで頑張って。そんなイメージいるの？密かに自慢したいんです。これだけあからさまだと密かにじゃないけどね。服決まったら送るからよろしくね。この服見てて寒くなるから。また私後回し。最近すごく忙しいんだけど。誰かに頼めば？投げやりだな。